これ、見たわ、兄さんのツイート。やっぱ兄さんクラスの人が発言すると影響力でかそうだよね。鉄拳界の最もデコレーテッド。なんだろう、これ、象徴的なプレイヤーだよね。兄さん。ベテラン韓国を長年ね、引っ張り続けた人が、鉄拳8ちょっと、ノットファン、あんま面白くねえよ。と、ツイッター X でポストしたことが、格闘ゲームコミュニティにおいて、の議論をスパーキンはちゃめちゃが押し寄せてくる。これじゃねえや。チャラへっちゃらだ騒ぐ元気玉スパーキン。はい、すいません。で、鉄拳8が出てきて、かなりゲーム性が変わったんだろうなっていうのは、周りから僕全然プレイしてないんで、正直。で、鉄拳っていうのは多分ね、ずーっと基本的なルールって、多分鉄拳5、僕5と5、6、7は、ちょっとね、ちょっとやったぐらいなんですけど、で、鉄拳っていうのはね、4やってる人からすると4の後期ぐらいから、もう大体この鉄拳のルールっていうのが定着してるっていうことを、聞いたことあるんだけど、僕はやってても5、6、7と、基本的なこの鉄拳のルールっていうのは大幅には変わってないなと思ってたの。で、8になって、それがね、結構変わったんじゃないかなと思う。いろんなシステムが追加されたりだとか。で、鉄拳の兄さん、出た。バエジャイミン、通称兄さんですね。が、鉄拳8に関する考えをシェアしました。で、彼は楽しんでいないようです。で、これか。私の考えでは鉄拳8っていうのは、面白くありませんと。で、アグレッシブ、攻めというのは、actually just an absurdity。ちょっとコメント頼りです。で、僕が思うに、このゲームに適応することができません。鉄拳1からずっと鉄拳やってきてんだけれども、鉄拳8っていうのは、わかんない部分が多いよね。結構変わったんじゃない？理不尽か。そうだね。攻め理不尽だよね。ドライブラッシュとかさ、キャミーのストライクもどうかと思いますよ、ほんと。で、兄さんは3回もエボを勝っているプレイヤーなんだけど、鉄拳8で一番大きく変わったのって、ヒートシステム？そこら辺全然わかんないんだよな。で、兄さんは他の鉄拳のプロのプレイヤーである GL 鉄に対しても、返信していますと。兄さん、こんにちは。私はワンダリング。私は迷っています。あなたにとって、どのぐらい違いを感じますか？鉄拳7の初期バージョンをプレイしたとき。これも相当すごいゲームだったらしいからね、鉄拳7の初期も。鉄拳6の初期。鉄拳6の初期はそうですね、ボブがぶっ壊れてましたからね。鉄拳6とか鉄拳7も新しかった時にいろいろ思うことあったと思うんだけど、その時と比べて鉄拳8はどうなんですかと。で、鉄拳6とか7の時は、ガードして、横移動で避けて、我慢強くするっていうのが、良かったと。でも、鉄拳8においては、ガードしても、リターンを得ることはできません。リワードがありません。あなたは体力を削られてしまいます。良いとされる動きが、報いがないんです。そして、攻めスタイルっていうのは、すべてのキャラクターにおいて、可能なわけではありません。攻めと守りのバランスというのが、ティルトトゥーワンサイド。なんだ、これは攻めに寄っちゃったゲームだっていうことなんだろうね。なるほど。鉄拳シリーズで長く続いたものっていうのは8で結構ひっくり返されてるっていうことなんだろうね。鉄拳7の、こちらもトリプルクラウンチャンピオンである、レッドブルアスリート、レッドブルプレイヤーのアルスラン・アッシュさんも、今月初頭、同じようなコンプレインをかましておりますと。兄さんだけじゃないんですよと。エボジャパン勝つの待ちきれないよ。もしくは、ビッグトーナメント、エボジャパンとかでっかいトーナメントで。そしてツイートでこのゲームはそうバットだと言ってやるんだ。やっぱヒートシステムとかなのかな。新しく入ったシステムって多分ヒートぐらい。鉄拳6とか、6ではレイジがついたぐらいよね。で7で、いろんなキャラに無敵技がついたりとか、あれは豪気とか、そこら辺の。あとゲージのシステム。僕が鉄拳じゃないな、ストリートファイター5の最初に
感じたことと6で感じたことはどうだろうな。6はシステムが多くて大変だなと思った。5はね、5はまあ初期に竜っていうすごいシンプルな当たりキャラを引いたというかまあ引きに行ったから、これはこのキャラを自分の今までの培った知識経験でそのまま伸ばしていけそうだなと思ったんだけど、6はやっぱね未だに四苦八苦ですよね。6は未だになんかよくわかんない。未だに2400もいけません。そう。あとね、6で感じるのは安定させたくないなっていうのは、その意図は感じるね。一回一回のその読み合いで勝てる選択肢、起き上がりって圧倒的に不利なんだけど、そこでジャストパリーっていう、ハイリスク、ハイリターンな選択肢がシステムで導入されてるから、ストリートファイター5はね、やっぱ攻めてる側が相当有利でしたわ。あそこは起き上がりを。あとスト6はいろんな展開があるから、頭がついていけない場面が多いなと思う。6もやっぱ攻めが強いゲームだなと思いますよ。そう、パーフェクトで KO する、もしくはされることも非常に多いですよね。で、鉄拳、いろいろあるんでしょうね。こういったもののバランスをどう取っていくのか。鉄拳8は、ディフェンシブなスタイルは好まれていないんです。でもそういうことなんだろうな、きっと。でもこういうのを受けてどういう調整していくのかは非常に気になりますよね。もちろんその開発さんとかメーカーさん側はこのタイトルが最大限売れるようにっていうか、このタイトルで最大限の収益が上がるようにゲームを変えていくっていうのが理想というか目的なんだろうけど、どういう風に変えていくんでしょうね。そりゃストリートファイター6もそうだよね。スト6は今好調なことに今でもね、新しいプレイヤーさん増えてるみたいだから。あとストリートファイターのプレイヤーはもうある程度ゲーム性に関してはちょっと諦めてるっていうと言葉悪いかもしれないけど、新しい人が入ってきてくれてこのゲームが盛り上がれば、僕らもプロとして立ち回りやすくなるよね、生計立てやすくなるよね、仕事にしやすくなるよねっていうのが多分あるから、俺らはちょっと勝つという面においては厳しいが致し方ないっていうのがありそうだよね、きっと。プロになった以上一番恐れてるのはやっぱり食えなくなることだから、そこはやっぱりゲームが盛り上がってくれんことにはしゃあないからな。いくら勝ってもそれでご飯が食べられませんってなったらきついもんな。昔のねゲームがそうだったように、カプエスとか。ちょっとこの方向は見守ることとしましょう。どういう方向でいくのか。そしてストリートファイター6もどういう方向でいくのか。まずはね、そうは言っても号機出ますから、号機の方向性